オラチコスコマシタン単語 YouTuber のカスです。今回もですねパタゴニアの旅を紹介していきたいと思います。この日は世界遺産であるペリトモレの氷河を見に行くためにツアーを申し込みました。唯一ですね、氷河の上をトレッキングできるというイエロアベントゥーラという会社で、このツアーを申し込んだんですけれども、なんと値段が9000ペソ、日本円で約1万5000円もしました。結構高かったんですが、せっかくここまで来たということでですね、ちょっと、払いました。はい、ただいまペリトモレの氷河の展望台に着きました。ここでは、約1時間の、自由見学時間をもらい、自由に散策することができました。この展望台には案内板が設置されており、さまざまな散策コースが、あり、各コースに、所要時間が書いてあるので、この1時間で効率よく回ることができました。またこの展望台だけ行くツアーというのがあるぐらいなので、この展望台は、必見ポイントです。なので、必ず訪れてください。見てわかる通り、歩けば歩くほど氷河に近づくことができ、氷河の壮大さを実感することができます。今見ている画面の下の方が、氷河が新しく作られている場所であり、実はこの氷河自体は常に少しずつ動いています。うまく表現しきれてませんが、この自然の雄大さ壮大さ本当に実感できます。本当に大迫力です。ほんまにやばい。今やっとペリトモレの氷河にやってきました。ちょっと天候悪いんですけれども、見てください。大迫力です。これはですね、高さが40メートルぐらいあるみたいです。で、ここの国立公園にバスで行って、そこから約30分ぐらいですね、ここに着きました。大迫力です。散策コースは1時間では回りきれないので、たくさん時間がある方はぜひもっと見てみてください。展望台での氷河の見学の後、船に乗り換えて湖を渡り反対側まで行きます。ここで大体のスケジュールを紹介します。まずホテルでお迎え、その後バスで国立公園に入ります。国立公園の入場料は別途支払う必要があり、それが800ペソ、日本円で約1260円です。その後展望台エリア、先ほどのエリアで1時間約氷河を見学。その後、今まさに船に乗って湖を渡り反対側に行きます。そして食事を各自とり、その後ペリトモレの氷河のトレッキングが開始です。そのトレッキングを約1時間半後終え、再び同じバスに乗って湖を渡って戻ってきます。その後バスに戻り市内に到着。費用は、先ほども述べた通り9000ペソ、日本円で約1万5000円で、この中に含まれていないのは、昼食、そして国立公園の入場料800ペソとなります。先ほどの展望台では氷河の氷落を見ることはできませんでしたが、やはり日頃の行いが良いせいか、私はとてもついており、なんと船に乗っている際に氷河の氷落を見ることができました。その決定的瞬間を皆さんにも共有します。3、2、1、どうぞ。船から降りて反対岸に上がると氷河は目の前にありました。その後グループに分かれて行動するようになり、氷河に入る前に安全のためにスノースパイクを履き、ヘルメットをかぶりました。今ですね、氷河の上に来てます。分かりづらいんですがこんな感じです。ゆっくり歩いて、怪我しないようにしています。
氷はとても硬いですが、この足の下についているもので、しっかりと踏めるので怪我しません。氷山の上は思ったより凸凹していました。雪の上ともスケート場の氷の上とも違う感触でした。ただ、いつもと違う歩き方、登山のような歩き方をするので慣れるまでかなり大変でした。ここから約1時間半の氷河トレッキングが始まりました。もちろん周りには人もおらず動物もおらず植物もありません。自分たちの声だけ、自分たちの足音だけが聞こえるという非常に神秘的な空間になっていました。何も悪いことはしていませんが、今まで犯してきた自分の罪がだんだん浄化されていくような気がしました。この氷河には人がほとんど入らないので、氷河の上の氷や水がとても澄んでいました。実際に飲んでみましたが、ただのお水の味でした。また氷河にはたくさん穴が開いていて、その中に水が溜まっているのですが、水が透明すぎて穴の奥深くまで見えます。本当にあっという間の1時間半のトレッキングでしたが、最後の方はさすがに飽きてしまい筋トレをし始めました。これでツアー終わりかと思いましたが、なんと最後に氷河の氷でウイスキーオン・ザ・ロックを振る舞われました。これはずるい。この氷はこちらの、氷山から作った氷で、ウイスキーを飲んでます。ということで皆さん、どっかでお会いしましょう。サルウイスキーを氷河の上で飲んで生きててよかったと本当に思いました。また9000ペソを払った価値はあると確信しました。その後船に乗りバスに乗って市内まで戻りました。氷河の最後の景色は目に焼き付けておきました。市内に戻りました。めっちゃ疲れたということになり、アイス屋さんを探すことにしました。 I love ガラファテということで、アイス屋さんを見つけることができました。こちらはカラファテ味のアイスです。あれ、カラファテってどういう意味なのと、思い真面目に調べてみると、どうやらカラファテというのはここが原産のベリーの一種でした。実際に食べてみましたが、ラズベリーのような味でとても美味しかったです。このお店にはカラファテを使ったジャムまたはリキュールなどが置いてあったので、お土産にもいいかもしれません。その後我々はレンタルで借りたものを返却しました。このお店の名前はラ・バラカという名前で、ツアー会社イエロー&アベントゥーラの近くにあります。夕食は自炊することに決めていたので、スーパーで食材を調達しました。しかし判明したことは、ブエノスアイレスで買う値段より若干高いことでした。後で分かったことは、ここまでにかかる流通費用を価格に上乗せしているようで、それは仕方ないんですけれども、まるで赤城山の上で買う自動販売機のキリンレモンが地上で買うより10円高めのようなイメージです。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。このような形で旅を紹介しています。また旅行の他にもアルゼンチン単語、語学、そしてアルゼンチン自体についても紹介してますので、興味ある方は他の動画も見ていただけたら嬉しいです。またですね、このチャンネルにご登録していない方、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。またこの動画をですね、良かったなと、ためになったなと、カズさんかっこいいなと少しでも思われた方は、いいねもしくは高評価をお願いします。さらにブログをやっており、そこでも、旅に関して紹介してますので、合わせて、ご覧いただけたらと思います。インスタグラム、ツイッターもやってますので、ぜひともまたよろしくお願いします。ではまた次回、チャオ。